お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ドイツ第三帝国陸軍の展開した戦闘士のうち、ドイツ軍が最も輝き、そしてアハトが意外な形で活躍を見せた戦役、フランスに対する西方電撃戦を、アハトの活躍も交えながら解説をする。高射砲を対戦車戦闘に使ったという例のあれか。なお、ドイツ国防軍の高射砲、対空機関砲などの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。それでは、西方電撃戦の解説をしていくよ。ポーランド戦役で装甲部隊を駆使してあっという間にポーランドを分割占領したドイツ国防軍の手腕に、世界が驚嘆していた頃、ナチスドイツ政権内では、抜き差しならない意見対立が生じていた。どんな意見が対立してたの？ポーランド侵攻に伴ってナチスドイツに宣戦布告してきた、フランスとの戦争をどのような方針で遂行するかについての意見対立だ。誰と誰の意見が相違してたの？ヒトラー総統と、陸軍の意見が相違していた。ポーランド戦役終了後も、宣戦布告をしてきたフランスを相手に戦闘を展開しなければならないという点では両者一致していたんだが、ドイツからフランスに先に攻勢を仕掛けるのか、それともフランスが攻めてきたらこれを防御するのかについて、両者の意見が割れていた。その構図だとヒトラーが攻勢派っぽいな。ヒトラー総統は、フランスに対し積極的な攻勢主義だった。対して、陸軍は姿勢派で、陸軍総司令部を中心とする首脳らは、ポーランド戦役で大活躍した装甲部隊を再編して、騎馬部隊の復旧を図るなど、やや時代錯誤的な動きをしていた。騎兵復活の方針にヒトラーは同意したの？一周した。人道的観点から批判されるべき点の多いヒトラーだが、ここら辺は軽眼だったと言えるだろう。逆に陸軍首脳はなんでもう時代遅れになりつつあった騎兵の復活を図ったの？これは試験になるが、陸軍といえど大きな役所でもあるので、騎兵部隊の削減によってポストを失う軍人らの処遇をめぐって苦悩があったのではないだろうか。天下りポストを用意したり、退職干渉を繰り返したり、騎兵を戦車兵に配置転換するくらいなら、軍内で騎兵のポストを復活させたいという思惑があったのかもしれないね。一周されたとはいえ、退職干渉やら配置転換やら人事労務関係の単語多いな。代表取締りはどんな意見で一周したの？ズバリ、フランスに対する攻勢作戦では、装甲部隊と空軍が主役になるという意見だ。加えて、ヒトラー総統としては、戦車、対戦車砲、野戦銃砲などの火力を分散配置するのではなく、ポイントごとに集中的に配置して、フランス軍を突破すべきとする考えを有していた。人道的な批判点や独ソ戦以降の失策はあれど、この頃はヒトラーも冴えていたのかもしれないね。結果としてヒトラー総統は、装甲部隊の縮小など前時代的な再編案を拒否し、むしろ装甲部隊、空軍、対戦車砲などの拡充を支持し、これらを対フランス戦に投入できることが可能となった時期を見計らって、フランス戦役に突入する構想を描いた。また、陸軍首脳部はしぶしぶフランスに対する攻勢方針を受け入れ、作戦案を完成させたが、当該作戦案は古色騒然たるもので、これもヒトラー総統に拒否されてしまう。古色騒然な作戦案ってどんな内容だったの？第一次世界大戦でドイツ帝国が実行した作戦案に類似した、右翼からの包囲作戦だ。ドイツ帝国はこの作戦案を実行に移し、他の事情も影響したんだがフランス軍の殲滅という目標は見事に頓挫。長期戦に引きずり込まれた。なんで一回失敗した作戦案が出てくるの？これも試験だが、右翼からの包囲作戦は、ドイツ陸軍にとって神様とも言える崇高を放った軍人、シュリーフェン参謀総長が立案した有名な作戦案だったので、ドイツ帝国時代に教育を受けた大半の参謀らにとっては、容易に捨てがたい考え方だったのかもしれないね。伝統的な右翼包囲を蹴ったヒトラー総統はどんな作戦案を立てたの？ヒトラー総統というよりも、連合軍からも称賛された高名なドイツ軍人が立案した作戦案を、ヒトラー総統は採用するに至る。その軍人とは、マンシュタイン、後年の元帥だ。マンシュタインは、陸軍首脳部の立案した右翼包囲作戦、つまり地図的に言うとドイツ国境の北に力点を置く作戦ではなく、むしろ独仏国境の南に力点を置き、ここを戦車、対戦車砲、空軍によって切り開き、
フランス軍を殲滅に追いやるという作戦構想を立案していた。なんであえて北を捨てて南なの？一種の陽動作戦だったという指摘がある。つまり、連合軍の関心を北に向かわせて、連合軍の主力を北に引きつけ、その間に南からドイツ国防軍の本当の主力が快進撃を実行し、連合軍を包囲殲滅するという構造だ。ポーランド戦役は白号作戦だったけど、今回の作戦に名前はあったの？段階ごとに記号作戦、赤号作戦と呼称されていた。アハトが全然出てこないけど、当該作戦にアハトは参戦してたの？ドイツ国防軍の高射砲部隊ももちろん参戦していた。エルサイユ条約が理由で高射砲部隊を秘密裏にせざるを得ない時代、ドイツ陸軍の高射砲部隊は細々と7個中隊しかなかったが、再軍備宣言による急拡大により、フランス戦役が刻まれる1940年には100隊以上の高射砲中隊が編成されていた。これら高射砲中隊の主力を構成した火砲こそ、8.8 センチ高射砲シリーズ、通称アハトだ。アハトは、フランス戦役、北アフリカ戦線、さらには独ソ戦においても、高射砲つまり対空兵器以外の用途にも使用されていた。対空兵器以外の用途って何？有名なのは、対戦車戦闘だ。戦闘機等を撃墜するために設計された高射砲を地上目標に射撃することで、予想をしのぐ威力が発揮され、アハトはフランス軍、イギリス軍、ソ連軍等に対して、対戦車砲としても活躍をした。主に野戦で活躍したのかな？他にも、クリミアで展開されたセバストポリ要塞攻略戦では、ドイツ軍の将軍をして統治か潰しの必須の品と商用される働きを見せている。さて、フランス戦役の中でも特にアハトが活躍したアラスの戦いの話をしよう。アハトが活躍したということはドイツ軍が連合軍に勝った戦闘かな？どちらかというとその逆で、連合軍の奇襲と、連合軍戦車の強力な装甲にドイツ軍が苦戦した戦闘だ。まず、アラスの戦いに至る経過を整理しておこう。フランス戦役が開始されると、ドイツ陸軍はオランダとベルギーになだれ込んだが、これは一種の陽動部隊であり、本当の主役はアルデンヌの森林地帯を突破してムーズ川を目指す、装甲戦力を集中させた英軍集団だった。空挺部隊の攻撃等によりまずはオランダが降伏し、ついでベルギーもドイツに降伏を余儀なくされるが、それ以上に快進撃を実現できたのが、この英軍集団だった。フランスのマジの占領祭で止められなかったの？アルデンヌの森林地帯は、フランス側の認識として、ドイツ陸軍の進撃は困難だろうという予想があったので、要塞による防御線から外れていたんだ。その感激を、ドイツ陸軍はついた。精鋭を欠くフランス軍に対し、英軍集団はこれを撃破してムーズ川の渡河に成功。北面の連合軍を撃滅すべく英仏海峡方面に進撃をする。英軍集団に背後を取られた連合軍主力は、海峡方面に追い詰められつつあった。そこでダンケルクの奇跡が。いや、ダンケルクの奇跡の前に連合軍が意地を見せたのが、アラスの戦闘だ。包囲されつつあることを悟った連合軍は、特にイギリス陸軍の積極姿勢により、南から迫ってくるドイツ陸軍にこちらから襲いかかることを決定する。イギリス陸軍の戦車大隊を主力とする作戦部隊は、制空権を失っている状況にもかかわらず、ドイツ陸軍の不意を撃つことに成功し、ロンメル将軍率いる装甲師団の横腹を打撃し、縦に伸びていた当該師団は連合軍の出現に混乱を極め、苦戦を強いられることになった。ロンメルは即座に反撃しなかったの？当該師団の戦車部隊とロンメル将軍は前進しすぎていて、連合軍が現れたエリアにいなかったんだ。対戦車砲はドイツ側になかったの？あるにはあったんだが、ドアノッカーの別称を賜ることになる37ミリ対戦車砲では、イギリス陸軍の装甲の厚い戦車には対抗できなかった。しかし、ロンメル将軍が迅速に帰還して指揮を立て直し、かつ、アハトの水平射撃による絶大な威力によって連合軍の戦車部隊は逆に損害を著しく拡大させ、結果として連合軍の起死回生の一発は不発に終わることになる。その後、ダンケルクに追い詰められた連合軍が、ヒトラー総統による謎の進撃停止命令にも助けられ、ダンケルクの奇跡と称される脱出劇を敢行するのは周知の通りだ。さて、以上の通り、
フランス戦役の解説をしてきたが、戦車を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のあるご視聴者様は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍において作戦の神様と崇められた一方、その強引な手法に批判も多い清方編の作戦参謀、辻正信をノモンハン事件の視点から解説した動画です。独ソ戦とはまた違った、ノモンハンでの日ソ両軍の激戦ぶりに、辻正信がいかに深く関わり、その手腕をいかに発揮したのか興味深い。肯定と否定の評価が入り乱れる、ある意味では大日本帝国陸軍を体現すると言っても過言ではない軍人、辻正信という人物に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。